皆さん、こんにちは、こんばんは、ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1969年にブルマークが発売したゴジラシリーズに登場した宇宙怪獣キングギドラのスタンダードソフビとその当時の視点も交えて解説した動画です。キングギドラは1964年公開の三大怪獣地球最大の決戦に登場した三つ首の巨大怪獣です。その後、人気からも翌年の1965年公開の怪獣大戦争、1968年公開の怪獣総進撃、1972年公開の地球攻撃命令、ゴジラ対ガイガンと昭和のゴジラシリーズの4本に登場して、テレビ番組の流星人間ゾーンにもゴジラと共に出演しました。宇宙怪獣キングギドラ、世紀のミスギドラ、宇宙怪獣キングギドラ、360度回転、宇宙怪獣キングギドラ、引力光線、発射、宇宙怪獣キングギドラは、ゴジラの完全な敵役として登場した怪獣で、大人気を誇る怪獣ですが、一方で、ゴジラを正義の怪獣にしてしまったというほど、悪役の怪獣で、地球の怪獣連合と戦う、侵略兵器的な、宇宙怪獣という側面がありました。キングギドラは、1964年12月20日のお正月映画として公開された三大怪獣地球最大の決戦に初登場した怪獣ですが、ソフビが販売されたのは1969年末と公開から5年後でした。それもそのはずで、怪獣ソフビ自体が玩具として販売されたのが1966年のウルトラ Q の大ヒット時期にごく少数のテスト販売をマルサン商店がして以降の玩具なので、それまでは怖い怪獣が子供のおもちゃとして売れるはずがないとか、ソフビ人形で怪獣を作るということすら、玩具業界には考えられないことでしたので、怪獣ソフビ自体が存在していませんでした。ゴジラのソフビですら、ウルトラ Q やウルトラマンの人気時期に初めてソフビ化されています。しかも、発売時期には、まだビデオもなく、怪獣図鑑にも、資料の少ない怪獣は、イラストだったり写真すらなく、色や解説なども、ありえないエラーのままに印刷されていましたので、ウルトラマン途中からは三面写真に近い全身の怪獣スーツを撮影するようになりますが、それ以前の東方怪獣などはほとんど資料がなかったために想像で作られていた部分もありました。このキングギドラも今なら常識の2本の細い尻尾を持つ怪獣ですが、太い1本の尻尾の造形で販売されました。世代によっては正規品ではないのではと思うほどですけども、ちゃんとブルマークの正規品のソフビで、ちゃんとした水の一本の尻尾です。キングギドラは身長100メートルとゴジラの2倍で、翼は左右に150メートル、体重3万トン、飛行速度はマッハ3で、宇宙ではマッハ400で飛行可能できて、3つの口からは引力光線を吐きます。また、尻尾は本来は2本ですが、当時の怪獣資料的に、ソフビは一本の太い尻尾で造形販売されています。キングギドラはスーツアクターが入りますが、通常の怪獣はせいぜい尻尾の双円や頭部を吊るくらいですけども、3つの首と2つの尻尾、大きな翼が2つあるので、25名前後のスタッフがキングギドラを動かすのに必要でした。そのため、各パートも息を合わせないとでしたし、他のパートとのバランスも重要で、円谷英二特技監督の納得のいく生物的な動きを表現するのはアナログ時代最大級の双円怪獣でもありました。キングギドラの造形は全身の鱗はラテックスで一枚一枚貼っていて場所によって鱗のサイズを変えています。翼は竹の芯を入れて木綿の布を貼っています。首はスポンジをメインにして動きを重視していて縦紙は麻で作られ約80キロの重量がありました。あまりに巨大なので東方の大きな8番や9番ステージのホリゾントでも収めるのが大変な大怪獣でしたが、人気があるために修復を繰り返して使用されました。デザインは渡辺明、頭部造形はと清水定蔵、胴体は八木寛治と八木安栄が、他にも海前映像や村瀬慶三が務めるという造形も普通の怪獣ではないスタッフでした。三大怪獣、地球最大の決戦でのキングギドラのスーツアクターは様々な説があり、坂本春也さんや広瀬志陽一さんも一時的には入っているのかもしれませんが、
中野照義特技監督の証言などから、メインは、古木浩二さんだったと、近年はされています。金麦ドラは、1969年12月20日公開の、第1回、東宝チャンピオン祭りの、ゴジラ、ミニラ、ガバラ、オール怪獣大進撃公開に合わせて、販売されました。オール怪獣大進撃の内容が、わからない状態での販売なのか、モゲラやアンギラス、メカニコンブ、バランなども、この時期に、ブルマークから、ソフビが販売されました。金麦ドラのスタンダードサイズは、なぜか、宇宙怪獣というサイズ表記になっていました。金麦ドラのジャイアントサイズも、同じく、尻尾は1本で作られ販売されました。金麦ドラは、当初は多色のカラーを持つ怪獣で、ポスターにも、その初期のカラーの金麦ドラが使われていて、首は、ピンクとブルー系で、翼も、紺色や水色、頭部も金色ではありませんでした。この変更のエピソードは、ファンには有名ですが、当時のスクリプターをしていた、鈴木恵子さんが円谷特技監督に、金星から来る怪獣なので、金色かと思ってましたと言ったことをヒントに、円谷監督が、現在知られる本編の金色に、覆われた金麦ドラへの、色変更を指示して、誕生しています。後々、他の怪獣のように、新しい映画ごとに、スーツを新調することがなかった、金麦ドラの修復やメンテナンス的には、結果的に、ゴールド一色で大正解でした。金麦ドラの白光線は、直線的な炎を吐く予定で、これもポスターなどでは、炎に見えるものが合成して、書かれていますが、金麦ドラの3つの首が、スポンジで軽く動き回り、3つの口の開閉と、爆発などの角度を、直線で合わせることが難しく、後に、ウルトラマンのスペシウム光線を描く、合成担当の、飯塚、貞夫により、稲妻のような光線を吐いています。そのため、主役のゴジラも、金麦ドラの光線の間には、放射能火炎を控え、岩を投げたり合成に配慮した、格闘シーンを、円谷英二特技監督は演出しています。そんな、稲妻型の引力光線を、ソフビで再現したのでご覧ください。金麦ドラは、ゴジラシリーズで初めての宇宙怪獣として登場し、昔の設定は、今では使用できないワードや、ドクロコ、怒り詰め、など、当時の子供を最大限怖がらせる設定が、てんこ盛りでした。ただ、当時のソフビの塗装技術としては、ゴールドはイエローくらいにしかできず、金麦ドラもオレンジに緑が吹いてあるようなカラーが多く、ジャイアントサイズのブルマークの怪獣ソフビは、小さな東京タワーが付属していましたが、手がない金麦ドラは付属しませんでしたけども、羽が左右に大きくついていたために、ジャイアント金麦ドラも負けずに売れたスター怪獣ソフビでした。当時の資料不足からの一本尻尾の金麦ドラのソフビは、今後金麦ドラが活躍しても、新しい玩具に一本の尻尾で版権が降りることはないと思いますので、当時のミスではありますが、昭和のいい味になっているソフビ玩具の一体です。そんなブルマーク、金麦ドラのスタンダードソフトビニール人形の動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。